こんにちは、島田です。今回は、つま先立ちのグラグラを抑えるちょっとしたコツについてお話をします。講座の中で参加者の方からこんな質問をいただきました。生徒さんでヌルベアップした時にグラグラすることがあるんだけれども、何か対策はありますかということですね。それでヌルベやつま先立ちをする前にあることを試してもらったところ、ピタッと止まりやすくなったんですね。で、こんな感じにしっかり立てるはずなのに、つま先立ちをするとなぜかグラグラするなって経験ある人はいると思います。そこで、つま先立ちでグラグラするのを抑えるちょっとしたコツと、なぜそれが効くのかについてお話をしていきます。で、これを知るだけでもご自身のレッスンのヒントになると思いますので、ぜひご覧になってください。では、早速本題のちょっとしたコツからお話をすると、つま先立ちやヌルベアップをする前に鼻で息をスッと吸うことです。この時、顔をまっすぐ前に向けたまま行うのがポイントです。で、こうすることによって揺れが収まりやすくなるのでバランスが取りやすくなるんですね。で、それだけっていうふうに思いますよね。で、なぜこんなちょっとしたことでバランスが取りやすくなるのか。実は体の中に揺れを抑える仕組みってのがあるんですね。一体どこが働いてこの揺れを抑えてくれるのか、これからお話ししていきます。その揺れを抑えるポイントになるのが、喉にある舌骨という骨です。ここは普段物を飲み込むときに使います。でもこの骨は姿勢バランスにも関係するんですね。で、その理由は、舌骨がつながるポイントと関係します。舌骨は喉仏の上にあるんですけれども、筋肉でいろんなところとつながるんですね。大きく分けると3つあります。首から上、肩甲骨、そして体幹ですね。具体的には、顎、後頭部、肩甲骨の上側、そして胸の上にある胸骨や鎖骨とつながります。なので、舌骨がいい位置にあると、頭、肩甲骨、首の位置が安定しやすいんですね。で、ここがキープできると、平衡感覚が働きやすいので、バランスアップしやすくなります。また、振動を吸収して、揺れを抑えるのにも一役買ってくれてるんですね。なので、鼻から息をスッと吸うことで、頭の位置をキープしながら、揺れを抑えることでグラグラしにくくなってきます。ちなみになんですけれども、面白いのは、実はこの揺れを抑える仕組み、高層ビルの建築にも似たようなものがあるんですね。揺れに対して、揺れに同調する重りを使って振動を吸収することで、建物の揺れを抑えてくれる仕組みっていうのが高層ビルにはあります。で、この構造と先ほどの舌骨と頭の位置の関係っていうのはすごく似てるんですよね。高層ビルの揺れを抑える装置と似たものが体にもすでにある。こういうのがすでに備わっているところに体の仕組みの凄さを感じるなという時があります。で、もちろんこの揺れを抑える仕組みっていうのはスカイツリーにもあります。逆にデスクワークなど画面の見過ぎで姿勢が悪い状態が続いて舌骨の可動域が狭まってしまうと、顔は前に行って下向きになりやすいし、首の後ろは凝って縮まったりするので、揺れが吸収しきれずにグラグラしやすくなってしまいます。また、頭の重さってボーリングの球ぐらいあるので、前にあるままだと姿勢を保つ筋肉も結構しんどいんですね。なので、猫背で肩の可動域が下がってしまったり、前肩やお腹がぽっこり出るような姿勢になってしまうこともあります。で、この吸い方のポイントなんですけれども、先ほどもお話しした通り、顔をまっすぐにして鼻からスッと吸うのがおすすめです。上を向いてしまったり、顎が上がっていたり、大きく吸おうとしたり、口を開けたりすると、顔が上に向いて後ろに反る感じになっちゃうので、つま先立ちした時にちょっとバランス取りづらくなっちゃうんですね。なので、顔まっすぐに向けたまま鼻でスッと吸うっていうのを心がけるようにするとバランス取りやすくなります。まとめると、つま先立ちでグラグラするのを防ぐちょっとしたコツは、やる前に顔をまっすぐにして鼻からスッと息を吸うことでした。
そうすることでバランスが取りやすくなるんですね。その理由は、頭の位置のキープと揺れを吸収してくれる体の仕組み。高層ビルなどにも似たような構造があります。この頭の位置のキープについては、バレエ教室でも首を長くとか肩を上げないとか目線遠くなど、先生によってアドバイスの仕方に違いはあるんですけれども、みんなこのグラグラを防ぐのにつながります。もちろんターンアウトやつま先の伸びなどの要素っていうのはつま先立ちなのであるんですけれども、筋力もあるはずだし足も使えてるのになぜか立つとグラグラするなっていう時にはおすすめです。なので5番のススとかそういうところが分かりやすいので、まずはそこから試してみてください。今回出てきた首を長く保つ方法については、バレエ整体ハンドブックの108から114ページにありますので、本をお持ちの方はそちらもご覧ください。また今回舌骨がくっつく場所でも出てきましたが、バランスには肩甲骨の可動域も関係します。そしてきちんと立ち続けるために親指の強さっていうのも必要になってくるんですね。そこでレポートと動画でそこを整える方法も別で用意をしておきました。概要欄に肩甲骨の位置を整える肩トレ肩甲骨編と、親指を強化して内転筋から体幹までまとめて整える指トレのリンクを載せておきますので、お好きな方をチェックして続きをご覧になってください。ではまた次回お会いしましょぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえれば嬉しいです。ありがとうございました。